2025年11月、アメリカ、マサチューセッツ州ボストン、マサチューセッツ総合病院の集中治療室で、一人の男が死んだ。心電図のモニターが、フラットになった。医師たちは蘇生を試みた。一度、また一度、しかし反応はなかった。担当医は時計を確認し、静かに言った。21分です。もう限界です。死亡宣告が、下された。その瞬間、男の意識は消えていなかった。暗闇の中に、光があった。ぼんやりとした光ではない。数式のような構造を持つ光だった。線が走り、交差し、無限に広がっていく。それは宇宙そのものの設計図のように見えた。そして、その中心に何かがいた。形ではない。声でもない。しかし確かに、意識があった。男の名はダニエル・ハート。MIT 出身の理論物理学者。40年間、神という概念を科学的根拠のない幻想として否定し続けた人物だった。彼が目を覚ましたのは、それから数分後のことだ。医師たちが最後の一回として試みた電気ショックが、奇跡的に心拍を取り戻した。病室に駆け込んだ妻が声をかけると、ハートはかすれた声で、こう言った。神は存在する。そして、それは数学だ。妻は意味がわからなかった。医師たちも困惑した。しかしその言葉こそが、後に物理学会を静かに揺るがすことになる出来事の最初の一言だった。では、この男はなぜ、40年もの間、神を否定し続けたのか。その答えは、彼の過去にある。彼の名は、ジェームズ・ハート。マサチューセッツ工科大学で理論物理学の博士号を取得した、生粋の科学者だった。1970年代、科学が宗教に勝利しつつあった時代に育った彼にとって、神とは、知識の足りない人間が作り上げた幻想に過ぎなかった。大学に入った日から、その確信は揺るがなかった。いや、むしろ学べば学ぶほど、その確信は深まっていった。量子力学、相対性理論、宇宙の膨張、どれをとっても、神の出る幕などなかった。教壇に立ってからも、その姿勢は変わらなかった。学生が、宇宙を作った存在はいないのですかと問うたびに、彼は静かに、しかし明確に答えた。宇宙に設計者は必要ない。法則があれば、それで十分だ。その言葉を40年間繰り返してきた。2026年2月、彼は68歳になっていた。引退を間近に控え、最後の論文を書き終えたばかりだった。テーマは、意識の物理的起源。皮肉なことに、それが彼の人生を根底から覆すことになる。その日の朝、彼はいつものようにコーヒーを飲み、書斎の窓から庭を眺めていた。何も変わらない、静かな朝だった。しかし突然、胸に激痛が走った。コーヒーカップが床に落ち、砕けた。妻が駆けつけた時、彼はすでに意識を失っていた。救急車が到着するまでの時間は、永遠のように長く感じられたという。病院に運ばれた彼の心臓は、処置室の中で止まった。医師たちは懸命に蘇生を試みた。しかし、時間だけが過ぎていった。そして21分が経過した時、彼の意識は、この世界とは全く異なる場所へと、静かに引き込まれていった。意識が、抜けていく感覚があった。痛みではなかった。むしろ、すべての感覚が静かに溶けていくような、奇妙な穏やかさだった。彼は後に、こう語っている。まるで長年背負っていた重いコートを、誰かにそっと脱がせてもらうようだった。と、処置室では、医師たちが彼の胸を何度も押していた。機械が鋭い音を立てていた。妻は廊下で泣いていた。しかし彼には、もはやそのどれも届いていなかった。気づいた時、彼は天井の近くにいた。自分の体が、下に横たわっているのが見えた。白い照明、青いガウン、医師の手が、規則正しく動いている。それをまるで他人事のように、静かに見下ろしていた。恐怖はなかった。驚きさえも、すぐに消えた。代わりに訪れたのは、言葉では説明できない、静けさ、だった。40年間、方程式と実験データで世界を理解しようとしてきた男が、初めて、理解しようとすること、をやめた瞬間だった。彼の意識は、処置室の壁を越えていた。建物の外へ、都市の上へ、そして空の向こうへと、引き寄せられるように動いていた。物理学者としての記憶は、まだそこにあった。しかし、それを使う必要が、もはやなかった。すべての問いが、静止した。その時前方に、
光が現れた。トンネルのような暗闇の中心に、揺れることなく輝く、一点の光。それは、彼がこれまでどんな数式の中にも見つけられなかった何かを、無言で語りかけてくるようだった。トンネルは、存在した。それは比喩ではなかった。暗闇の中に、明確な形として、そこにあった。物理学者として40年間積み上げてきた知識が、瞬時に解析を試みた。しかし、言葉が追いつかなかった。光は、遠くにあった。それでも、近かった。距離という概念が、もはやここでは機能していなかった。彼の意識は、引き寄せられるように、その光へと向かっていた。進むにつれて、何かが変わり始めた。重さが、消えた。時間の感覚が、溶けた。そして、音が聞こえた。声、ではなかった。しかし、確かに何かが、語りかけていた。言語を超えた何かが、彼の意識の奥深くに、直接届いていた。その時、彼は気づいた。自分が、一人ではないことに、光の手前に、人影があった。輪郭は曖昧だった。しかし、その存在感は、疑いようがなかった。彼はその姿を、知っていた。30年前に失った。父親だった。言葉は、交わされなかった。しかし、すべてが伝わった。謝れなかったことが、届いた。伝えられなかった愛が、返ってきた。物理学者である彼が、生涯かけて数式で証明しようとしてきたものが、ここでは何の努力もなく、ただそこに、あった。光は、さらに強くなった。それは、暖かかった。恐ろしくなかった。むしろ、これこそが本来いるべき場所だと、全存在が確信していた。しかし、その瞬間、何かが彼を引き止めた。光に触れる。直前のところで、まるで見えない境界線が、そこに引かれているかのように、彼の意識は、止まった。これ以上、先へは、行けない。その境界に立った時、光の向こうから、声にならない問いが届いた。まだ、終わっていない。と、境界、その言葉を、彼は後に何度も繰り返した。あれは、夢ではなかった。幻覚でもなかった。それは、確かに存在した場所だったと。光は、もはや遠くにあるものではなかった。手を伸ばせば、届きそうなところに、いや、すでに彼自身が、その光の一部になりかけていた。物理学者として生きた40年間、数式と論理だけを信じてきた人間が、そこで感じたのは、説明のつかない、完全な充足感だった。恐怖は、なかった。痛みも、なかった。ただ、あったのは、静寂、そして、深い、深い、安らぎだった。しかし、その瞬間だった。何かが、彼の前に立ちはだかった。壁ではない、扉でもない。それは、まるで石を持った境界のようなものだった。見えない、触れられない。しかし、確かにそこにある。これ以上進んではならないと、全存在に告げてくる何かが、彼は止まった。光の円に立ったまま、動けなかった。その境界の向こうからは、言葉ではない何かが、静かに届いてきた。音ではない。振動でもない。強いて言うなら、それは、意味だった。純粋な、意味だけが、そこにあった。まだ、終わっていない。それが何者からのものなのか、彼にはわからなかった。しかし、確信があった。それは、命令ではなかった。強制でも、なかった。それは、問いかけだった。あなたは、戻る意志があるかと、その瞬間、彼の脳裏に、何かが流れ込んできた。数式ではなかった。映像でもなかった。それはまるで、自分のすべての記憶が、一度に展開されるような感覚だった。生まれた日から、その瞬間まで、すべてが、一つの流れとして、目の前に広がっていった。それは、走馬灯などという言葉では、到底追いつかないものだった。彼の意識の中に、一つ一つの記憶が、静かに、しかし確実に広がっていった。幼い日の朝の光、母親の手のぬくもり、初めて数式に触れた時の、あの震えるような興奮。それだけではなかった。怒鳴り合った夜の記憶も、あった。謝れなかった言葉も、あった。誰かの涙を、見て見ぬふりをした瞬間も、そこにあった。不思議なことに、どの記憶にも、裁きはなかった。責めるような声も、なかった。ただ、すべてが、ありのままに、そこに存在していた。彼はその時、初めて気がついた。
自分がずっと探し求めてきたのは、宇宙の法則ではなかったのかもしれない。と、自分が本当に求めていたのは、この一つ一つの記憶が意味を持つという確信だったのかもしれない。と、記憶の流れの中に、一人の顔が浮かんだ。長年、言葉を交わせなかった人物だった。その人の目が、記憶の中でこちらを見ていた。怒ってはいなかった。ただ、静かに、見ていた。彼の胸に、何かがこみ上げた。言葉にできない何かが、数式にも変換できない。ある種の感覚が、それは、後悔ではなかった。恐怖でも、なかった。強いて言えば、それは、愛しさだった。自分が生きてきたすべてに対する、深い、愛しさだった。パノラマは、まだ続いていた。しかし彼は、この流れがやがて終わることを、静かに悟り始めていた。そして次の瞬間、あの問いかけが、再び響いた。あなたは、戻る意志があるかと、彼は、答えた。声には、ならなかった。しかし意志は、確かに、伝わった。戻る。と、その瞬間、すべてが、反転した。あの広大な光の空間が、急速に遠ざかっていった。数式の渦が、宇宙の構造が、あの静寂が、まるで巨大な潮が引くように、すべてが後退していった。彼は引き戻されていた。強く、容赦なく、そして、驚くほど早く、病院の処置室、医療スタッフたちは、すでに21分が経過していることを確認していた。蘇生処置を続けながらも、その表情には、隠しきれない諦めがにじみ始めていた。心停止21分、医学的には、ほぼ限界を超えた時間だった。その時、モニターが、鳴った。かすかに、しかし確実に、心拍が、戻った。担当医は思わず声を上げた。スタッフたちが一斉に動き出した。処置室の空気が、一瞬にして変わった。誰もが、信じられないという顔をしていた。彼は、戻ってきた。目を開けた瞬間、彼が最初に口にした言葉を、担当医は後に証言している。それは医療的な質問でもなく、痛みの訴えでもなかった。彼はこう言った。見てきた。全部。見てきた。声は、震えていた。しかし目は、違った。かつての会議と皮肉に満ちた目ではなかった。そこにあったのは、静かな、確信だった。40年間、神を否定し続けた物理学者の目に、今は別の何かが宿っていた。医療スタッフたちは、その後もこの蘇生を、説明不可能なケース、として記録した。しかし彼にとって、説明はすでに終わっていた。死の向こうで受け取った答えは、今度は言葉へと変わろうとしていた。次に彼が語り始めたのは、自分が見た宇宙の構造、そして、それを作ったものの正体だった。彼が目を覚ました日から、何かが変わっていた。家族が最初に気づいたのは、彼の沈黙だった。以前の彼は、議論好きで知られていた。神の存在を否定するとき、彼の言葉は鋭く、容赦がなかった。しかし今、その鋭さは消えていた。代わりに現れたのは、静けさだった。妻は後に語っている。夫は帰ってきたとき、別人のようでした。でも怖くはなかった。むしろ、ずっと探していた人が、ようやく家に帰ってきたような感じがした。と、彼は朝、窓の外をただ眺めるようになった。空を見る目が、以前とは違った。そこに何かを見ているような、そんな目だった。研究室でも変化は起きた。以前の彼は、学生の、なぜ宇宙は存在するのか、という問いに、冷たく笑い飛ばしていた。それは科学の問いではない。と、しかし今、同じ問いを受けたとき、彼は長い間黙って考えた。そして静かに言った。それこそが、最も重要な問いかもしれない。と、同僚たちは戸惑った。あの合理主義者が、何を言っているのかと。しかし彼の目は、揺れていなかった。21分間の死の中で見たものは、彼の内側に深く刻まれていた。それは感情ではなかった。確信だった。論理ではなく、体験によって得た、覆しようのない確信だった。変わったのは、信念だけではなかった。彼の言葉そのものが変わっていた。以前は、証明できないものは存在しない、と言っていた彼が、今はこう言う。証明できないものの中にこそ、最も本質的な真実が宿っている。と、この変化が示すものは何か、科学と霊性は、本当に対立するものなのか、それとも、死という極限の体験だけが開く、
第三の扉があるのだろうか。科学と霊性、この二つは、長い間、対立するものとして語られてきた。しかし、ミトラ博士の体験は、その前提そのものを揺るがした。彼は言う。科学は、観測できるものを説明する道具だ。だが、観測できないものが存在しないとは、誰も証明していない。と、これは、信仰への逃げではない。物理学者としての、冷静な論理だった。量子力学の世界では、観測する行為そのものが、現実を変える。観測者がいなければ、粒子は確率の霧の中に存在し続ける。つまり、見る意識が物質の状態を決定するのだ。博士が死の境界で目撃したのは、まさにその延長線上にあるものだった。宇宙の根底に流れる意識の構造。それは科学が否定するものではなく、科学がまだ到達していない領域だった。同僚の物理学者たちが彼の論文に沈黙したのは、それが間違っていたからではない。それが正しすぎて、反論の言葉が見つからなかったからだ。科学は、どのように、を解明する。しかし、なぜ、という問いには、沈黙を返すことしかできない。博士はその、なぜ、の答えを、死の21分の中で受け取った。冷静とは、非科学ではない。科学の先にある、もう一つの科学なのかもしれない。そして今、博士には伝えなければならないメッセージがある。あの静寂の中で受け取った言葉を、この世界に生きる人々へ届けること、それが、自分が生き返った理由だと、彼は確信している。博士は今、こう語っている。私は40年間、神を否定し続けた。証拠がないと言い続けた。しかし、あの21分が私に教えてくれた。証拠がなかったのではない。見ようとしていなかっただけだ。と、死の淵で受け取ったメッセージは、難解な数式ではなかった。それは一つの、静かな確信だった。この宇宙は、偶然ではない。意識によって、意図を持って、設計されている。そして、その設計者は遠くにいるのではない。あなたの思考の中に、感情の奥に、静寂の向こうに、すでに存在している。博士は言う。科学は神を否定しない。科学は神への、もう一本の道だ。と、あなたは今、何を感じているだろうか。答えは、外側にはない。あの博士が21分の沈黙の中で見つけたように、それはいつも、あなた自身の内側に、静かに待っている。